しかして撮ってた YouTube 学校が始まったので朝ごはんを食べて学校に行きます。これを야끼소바. 이거는 패밀리마트에서 파는 푸딩, 자기 푸딩, 샌드위치. 그리고 이게 짱이에요. 거대 푸딩. 냉장고에 지금 그거 비밀이었는데. 그래. 내 나이에 새로운 일을 시작하는 걸 많이 봤습니다. 그래서 답은 몇 번? 3번입니다. 자, 계속 들어요. 저는 생각이 갑니다.ぴったり。めっちゃ辛そうやねんけど。じゃあ赤色。いただきます。じゃらら。ちょっと本日学校でたくさん勉強したのでいつもと変わらんけどカップラーメンを食べます。私が今日は編集するぞって決めた日は何か食べて帰るかコンビニで食べることが多いですね。編集に時間を使いたくてちょっと他で料理するって感じで今日はご褒美みたいな感じです。ご褒美頑張るためのやつ。コンビニ飯はね体には良くないけど時間もパーってできるしだからその分編集もできるし美味しいやんやっぱだから頑張れるのでこれをいただきます。これ初めて食べる何の味なんやろ。いただきます。辛くない。ちょっと辛い。これ何の味なんやろこれ。ツナマヨ。てかさ学校始まったんですけどあれもう早速1週目なんですよ。まだ学校が始まって1週目でクラスのみんなに YouTuber ってことがバレるっていう。どういう経緯でバレたかっていうとまずなんかクラス14人13人とかなんですけど1人ね日本人の女の子が初日に「あまれちゃん」って言って話しかけてくれた子って SNS 見てるって言って話しかけてくれた女の子がおったんやけどその子がね同い年やってそれもめっちゃ嬉しかったねんけどその後に先生に帰り際に会ってなんかちょっと前の先生から聞いたんやけどクリエイターしてるの YouTuber してるのみたいな感じで先生が全然話したことないのに聞いてくれてあそうなんですみたいないっぱい見てくださいみたいな感じで先生にもノリで言ってたのね。で私の中で先生とその女の子だけが知ってくれてるんかなみたいな感じで思ってたらで今日になって今日の授業が職業について話す授業だったのね。でそのなんかこう読み書きみたいな読み書き問題みたいなのがあるねんけどその文章を読んで読む問題
そらそうかがあるねんけど、その読み取りの文章がそのクリエイターについて話してる教科書だったのね。でそれもなんか時代過ぎてすごいって思ったんですけど、絶対昔やったらないやん。でその本に出てくる人がクリエイターについてバーって喋ってて、その時に先生がなんか実はこのクラスにもクリエイターがいるのを知ってますかみたいな感じなんか言ってくれて、でそれでなんか謎にみんなの前で発表するっていう恥ずかしい、最近で一番恥ずかしかったっていう話。なんかそれもさ、先生さ前の日にさわざわざ家督くれてさ、話の話題にしてもいいですかみたいな感じで聞いてくれて、優しいと思って。ほんまにいい人多い先生。この YouTube も先生見てくれてるかな。先生に不好意思세요。なんかやっぱ留学とかってそういう先生が多いんかな。なんか高校とか中学校とかってさ、なんやろ、先生もめっちゃ多いしさ、授業によって毎回先生が違うから、なんやろ、面白い先生もおったらそうじゃない先生もいてみたいな、先生によるじゃん。けどなんか語学堂の先生ってみんな優しいんかな。どの先生もめっちゃ優しいねんけど。待って、これずっと食べてたら辛くなってきた。じゃじゃん。これチヂミ作るやつなんですけど、これをちょっと初めて買ってみたのでチヂミを作ってみようと思います。できるのかな。多分できるはずで、最近野菜が食べれてなかったのでニラを作りますじゃない、ニラを使います。うわ、ニラいっぱい入れます。この前韓国旅行をお母さんとした時にこれぐらいのやつが美味しかったから作ります。じゃん、完成。こんな感じでできたら盛り付けます。いただきます。 얘가 막창같이 생겼어. 심해 너무 추워. 케이크 겨울나기. 잘못하면 거의 없는
근데 저는 완전 조금 피디님 아까 조금 했는데 지금 많이는 아니고 진짜 조금. 아까 계속 이거 제대로 뛰라고 할 때 다시 부셔. 숙제 숙제합니다. 오늘 숙제는 어디 갔어? 쓰기 숙제. 여기에 자기소개서 다 써야 돼요. 이거. 그래서 이거 할게요. 근데 아마 이거 시간 걸려서 이 시간에 다 쓸 수 없으니까 일단 조금만 쓰고 나머지는 밤에.ちょっと学校のカバンの中身でも紹介しようかしら。楽器も始まったということで、これはね、友達と買ったキーホルダーをつけてます。これは本でのお店で買いました。全部ね Vlog でお店を紹介してます。その過去に紹介したものなんですけど、中には何が入ってるかと言いますと、まずは教科書と、あとは筆箱の中身はねたまに紹介してくださいっていうコメントが来るんですけど、ほんまに普通にシャーペンとクラのボールペンでしょ。あとは普通に3色ボールペンと、そしてこれは線引くやつなんですけど、緑のシートで隠れる用のやつですね。赤のやつと、これ単語とか覚える時用のやつで、これも線引くやつ、消しゴムが入っております。はい、筆箱の中身紹介なんていつぶりでしょうかって感じなんですけど、これは韓国のアートボックスっていうお店で買いました。日本でいうアメリカンビレッジみたいなお店があるんですけど、そこで買いました。あとポーチの中には目薬とか櫛でしょ。そしてあとはビタミンも入ってます。で、あとはエクステの櫛です。じゃららん。もうこれはねエクステに必須なんですけど、私このね美容室に通ってて、ここのねエクステがとてもね質も良くて、今日も2回目に行きます。もう多分エクステするってなったらそこに通うかなって感じです。これはねエクステ用の櫛です。こう編み込みやから、こう編み込んだ部分がさ普通の櫛だってガッて引っかかるのね。けどこれはエクステ用のやつでね、全く何もなく普通に解くことができます。これも美容室でいただきました。もうこれ愛用、手よりちっちゃくて大好きです。これも入ってます。で、あとはマスク。韓国ね、日本と違って花粉はあんまなくて、もうそれが結構最高って感じなんですけど、その代わりミセンジっていう空気があれなのね、ちょっと日本とは全然違くて、天気予報のアプリみたいな、日本ってさ気温、湿度、花粉が今の季節やと出るじゃん。けど韓国にパッて切り替えた途端、気温、湿度、空気の綺麗さっていうのが出てくるのね。それが良くない時はマスクをつけるので、マスクも入ってます。で、あとはルーズリーフです。こんな感じです。ご飯を食べに行きます。こちら食べに行きます。ミサニンです。はじめまして。はじめまして、ハリーちゃんもいます。です。あら、もしかして撮ってた YouTube 撮ってた YouTube
の YouTube 食べてください。食べてください。黒綿。みなりチヂミ。みなりジョンです。みなりや。めっちゃこれの味する。ミサリンとの初めての食事会ということで、みなりデート。美味しい。太らなさそう。太らなさそう、それ。バイバイ。またゆっくり。お姉ちゃんできました。はい。お姉ちゃんです。バイバイ。